はい、それではフォステックス FF125WK を使ったバスレフスピーカーの製作第4回目の中編スタートしたいと思います。現在、塗装の工程を行っておりまして、その中でもですね、サンディングシーラーと呼ばれる下地材、これを塗る様子をご覧いただきたいと思います。まず準備としてですね、一回もう本当に軽い力でですね、600番のサンドペーパーで、上をなぞるようにですね、磨いてます。もうこれは木の表面のケバケバしたものを取るためにね、軽くなぞるような形でサンディングを行いました。そしてですね、購入したこのサンディングシーラーの約半量ぐらいですかね、をこういう口の広いカップにですね、移して入れてあります。それから、これから使うハケですけれども、塗る前にですね、よくハケ先をですね、ほぐしながら、そうすると、止めが弱い、ハケの毛がですね、何本か出てくることがあるんですね。そういうのはもうあらかじめ抜いてしまって、作業中に抜けてしまった毛が途中に残らない、残ることもあるんですけれども、残らないようにできるだけ前の段階から、もうちょっと止めが弱い毛は外してしまうというようなことをします。で、これで、この後サンディングシーラーの液にハケをつけてこういう風に塗っていくということになります。はい、それではサンディングシーラーを塗っていきたいと思います。まず、ハケをですね、この液に浸して、ハケに、サンディングシーラーを染み込ませますと。この後ですね、空気を押し出したりしながら、最後塗る前にですね、よーくこの液をハケから取り除くというかですね、余分な液をどんどん落とすということが何よりも重要になります。私などこういう素人はですね、技術的になかなか毎日こういう作業やってるわけじゃないので、とにかくハケにたっぷり塗料がついているともういいことは何にもございません。何度も何度もこうやってですね、ハケから塗料をこそげ落としてですね、もう最低限の量がハケに残っているという状況で塗っていきます。そうするとですね、1回目などはどんどん吸収されますので、途中で液が枯れてしまうこともあるんですけども、気にしません。たくさん塗ってダマになってしまうともう後で大変なことになるんで、とにかく少ない量で、ハケに液を少ない量染み込ませて塗っていくと。それからこれカメラで映ってるんでしょうかね。もう早速一本毛がですね、止めが悪くって出てきてしまっている。こういうのは作業していると、途中で抜けるということになりますので、あらかじめ、もう外しておきます。はい、それでは、塗っていきますけれども、一つ大事なことを言い忘れました。塗るときはですね、より仕上がりを気にするところが後になるようにします。これ、ですね、お分かりいただけますでしょうか。新聞で、マスキングテーププラス新聞でですね、液が垂れても大丈夫なように覆いをつけているんですけれども、なので分かりにくいかと思いますけれども、こちら側が上です。上なので、より人目につくところですよね。こちらが、ハケを運ぶときに後になるようにします。ハケを入れたところっていうのはどうしてもハケのところに含まれる塗料の量が多くなりますので、ダマとかになりやすいので、私のような素人で言うと、仕上がりはやはりハケを入れたところの方があんまり綺麗くなくって、ハケを抜くところが綺麗になるという傾向がありますので、より人目につくところを、ハケの最後の通り道、ハケを抜くところという風にして、物を配置して、塗っていくのが良いかと思います。はい。それではですね、改めてちょっと、カップにハケを入れてしまいましたので、もう一度ですね、よーくハケから
余分な塗料を落とします。1回目、最初に塗るときが一番緊張しますよね。はい、それではこういうハケの運びで向こうから手前に向けて塗っていきたいと思います。はい、ご覧のようにですね、1回目はもう非常に木が液を吸収しますので、もう1、2回いった段階でだいぶもう液が枯れてきてしまっていますよね。なんですけども、もう気にせずに薄く、塗ってそれを何度も重ねるということが、失敗せずにハケで塗料を塗るコツなんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは2回目塗っていきたいと思います。サンディングシーラーの2回目ですね。ほとんど変わりはしませんけれども、しっかり、ハケからですね、液を取り除きます。よーくこういう風に、容器のヘリなどを使ってですね、余分な塗料が残っていないように、しっかり、ハケの先をですね、こそげていきます。はい、それではですね、同じように左から右で上から下という流れで塗っていきたいと思います。
はい、ということでですね、2回目塗り終わりました。で、これで、次乾いた後ですね、本当にまた軽く、多分おそらく表面が少しザラザラしてる感じがあると思うので、軽く、サンドペーパーでも撫でるように磨いて、また塗ってと、いうことで、作業を続けていきます。でこの後はですね、もうほぼ変わり映えがしない、絵になってくると思いますので、次はですね、表面仕上げが近づいてきた段階でですね、また、作業の様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、サンディングシーラーの塗布の作業を始めて、この面についてはですね、正確に数えたわけではないんですけれども、おそらく10回以上はサンディングシーラー塗ったんじゃないかと思います。それに伴って、この面もですね、かなり、ツヤが出てきて、平滑化に近づいてるんじゃないかなと思います。ビデオで伝わりますでしょうか？向こう側のカーテンがですね、カーテンのシワが、スピーカーの面に反射して映っている様が、ご確認いただけるんじゃないかなと思います。ただですね、もう少し近づいてよく見てみますと、まだまだデコボコのところがあるので、ここを、鏡面仕上げにするためには埋めていかなければいけないんですけれども、この面について一旦サンディングシーラーの作業は、ここで止めたいと思います。と言いますのも、サンディングシーラーの消費量がですね、結構進んでまいりまして、このままのペースで他の面も行くとですね、最後の最後の方で、またサンディングシーラーをもう一本買い足さなきゃいけないようなことも起こりうるかなというふうな状況になってきましたので、少しまだ平滑化には至ってないんですけれども、この面についてはこの辺で作業を止めて、おきたいと思います。で、引き続きのですね、作業は、本物のと言ったらおかしいですけれども、ウレタンニスを塗って磨いてというところで、引き続き仕上げていきたいというふうに思います。でですね、私うっかりしていたんですけれども、ついついもう先入観として、私エレキ楽器とかをですね、よく弾いたり、それで買ったりするもんですから、ニスで仕上げるというと、ついついもう鏡面仕上げというのがですね、頭にありまして、今回も最初からずっと鏡面仕上げをする前提でお話をしてしまっていましたが、別に鏡面仕上げをしなくてもですね、この木の表面にある銅管のデコボコをもうそのまま活かして仕上げるっていうのもですね、なんて言いましょう。結構ワイルドというかですね、生々しい木の風合いが残って、それはそれでいい仕上がりになるんですね。その場合はですね、私が先ほど申しましたように、もうその10回もそれ以上もこのサンディングシーラーを塗るんではなくって、本当に当初の本来のサンディングシーラーの目的通りですね、木への吸い込みが収まったらもうそこで作業はやめます。木へのですね、サンディングシーラーの吸い込みが収まると、ハケの滑りがぐっと良くなると思うんですね。そうなると、サンディングシーラーの塗液は表面に膜を張っているだけの状態になりますので、もうそれ以上はやめまして、その後、乾燥した後、ウレタンニスを2回ほど塗ってもう仕上げてしまうというようなやり方もあります。こうしますと、この木の表面のですね、細かな絶妙な凸凹がそのまま残って、非常に生々しい、それはそれで風合いのある仕上がりになると思います。このあたりは、作る方のですね、感性に合わせて、選んでいただければいいのかなというふうに思います。ということで、この、今ご覧いただいている面のサンディングシーラーの塗布の作業は一旦ここで終了して、別の面に移っていきたいというふうに思います。はい、月板面へのサンディングシーラーの塗布の作業が完了しました。ちょっと絵面的にはですね、作業前と作業後であんまり変わった風にはちょっと見えないかもしれませんが、一応これでも全部の面に、サンディングシーラーを塗ってまいりました。で、終わってみてですね、
このサンディングシーラーの瓶の5分の1ぐらいがちょっと残ってしまった。あと、カップにも若干量が残っているんですけれども、なので、もう少し重ね塗りすることができたのかもしれないんですけれども、あまりギリギリをね、狙って、それで結局足りなくなって、買い足すというふうなことがあっても、いけませんので、これぐらいで良かったのかなというふうに思ってます。ということで、引き続き、ウレタンニスを使って、塗っては磨きという作業で、さらに塗装を進めていきたいと思います。